汚いんですけど、これも読んで230ページ結構仕上げて、今はちょっと初めにだけで放置しちゃってるので、最近お米の高騰と品不足で我が家で初めて無洗米を一度きりで私の好物の小芋とイカの煮物を作っているところです。かなり早いんですけど、10時半の後病院に行く予定があるので、お昼ご飯をいただきます。冷凍庫に眠ってたイカを盗んできました。いただきます。喉の痛さに耐えられなくて、ラーメンを買ってきました。ちょっと舐めながらで申し訳ないんです。あとは病院に行ってきて、もうなんか薬がもうあっち行ったりこっち行ったりでまだ合ってるものを探しきれないんですけど、とりあえず睡眠薬は戻りました。レビエブに。汚いんですけど、これも。でも効くものがないので、とりあえずこれですね。と、アイパックスロラゼパムに戻りました。これも半年前ぐらい使ってて、戻ったという感じですね。1年前か。これでも一番よく効くんですよ。1個使って今気持ちが大変穏やかです。本は、ちまちま読んで230ページまで来ました。今までこれに薬を雑多に突っ込んでたんですけど、パンパンになりすぎて取り出しにくくなったので、一人暮らし時代に使ってた収納ケースを取り出してきたので、これに入れようかなと思います。なんか新しくダイソーでケース買ってこようかなと思ったんですけど、薬飲んだからなのか、いやいや節約しなければあるもので楽しむんだって、あれも読んだからかもしれないです。引っ張り出してきました。汚いんですけど、使えなくはないはずなので頑張って拭きます。ものすごく依存性があって危ないことは分かっているんですけれども、お医者さんってワイパックス出したがらないじゃないですか。また私半年に1回主治医の方が変わるんですけれども、主治医が変わってしまって、どうしよう、ワイパックスを出し渋りされています。ずっとこれを前の主治医の方変わってからこれにしてくださいってことで使ってたんですけど、これは糖尿病の方には使えない薬らしくて、なんか健康診断の時に毎回血糖値指摘されて1年で20キロ太ったんですけど、これ続けててもいいですかみたいなお聞きしても、でも大丈夫であればって私からお聞きしたんですけど、まあ買いましょうかってなってこれに戻りました。1年前のお薬、これすごく効くのでありがたかったですね。あと太る薬では多分ないので、太る薬を飲まなくてよくなったっていう意味でもありがたい。眠気の副作用がある。これ多分こっちですね。いろいろ試行錯誤してくださった結果が、なんかラムネがあると寝れることは多々あるんですよ。意外と睡眠薬より寝れたりするんですけど、血糖値上げて。でもちょっと虫歯ができるので、そんな1日の不眠で虫歯を代償にするほどではないかなと思いますね。でもここを切っちゃうともう取り出せなくなるので、このまま入れておきます。痛み止め。ほんと痛み止め4錠飲むので小さくしていただきたい。あれぐらい。いつも大変お世話になっております。キューピー&ゴールドも入れときたいんですけど、取るの大変。何がいいかなとは目薬と点滴を入れておきます。これで夜を過ごせるセットが出来上がったんじゃないでしょうか。画面も入れてください。
ネットサーフィンしていたらスタバのこちらのカップを見つけまして、好みドンピシャで欲しかったんですけれども、もちろんどこでも売り切れでした。一つ思い出しました。ナローを初めにだけで放置しちゃってるので、1ペン2ペン3ペン投稿をしてみたいと思います。薬飲んでるせいでキーボードがうまく打てないです。誤字だらけですね。なんか頭がふわ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 って言って。ファイパックス飲んでるとふらついているせいか字が子供っぽくなります。最近お米の高騰と品不足で我が家で初めて無洗米を一度きりで使ったんですけれども、洗わなくていいっていうことが楽すぎて、水入れるだけなら炊けると思ってすごい家事がはかどったんですよね。なので家事がだるいという方、気持ち的にしんどいという方、無洗米をおすすめしたいです。パックご飯の方がもっとおすすめです。これは炊き込みご飯を作ろうとしているところです。我が家の炊き込みご飯はもうこれ母のレシピを私は作ってるんですけれども、白滝を入れるんですよね。多分こんにゃくですかねを普通は入れると思うんですけれども、母がこんにゃく嫌いということで我が家の炊き込みご飯には白滝が入っております。あとは人参ときのこも我が家の炊き込みご飯には普通入っているんですけれども、私は大の偏食で野菜がとても苦手なので、きのこも人参も飛ばして厚揚げとちくわと、あとは鮭を入れてほんのり鮭風味のする炊き込みご飯を作っております。こちら人生2回目の炊き込みご飯作りなのですが、1回目は水を入れる量を少なくしてしまって米の芯が追い炊きしても残ってしまう大失敗をかましました。私一人暮らしする前に母からこの炊き込みご飯のレシピを聞きまして、一人暮らし中に作って冷凍して楽しもうと思っていたんですけど、全くそんな余裕はなく、心がすさみまくって全くもう家帰って玄関で寝てたので一度も作ることはなく、結局休職して実家帰ってきて実家で作っています。白滝は小さく切るのが母のやり方です。母のレシピあるあるだと思うんですけど、調味料、醤油とか砂糖とかがなんか一回しとかちょっと多めとか、そういう感じのレシピでできております。最初に作った時は醤油を多すぎたら辛くなると思ってビビってちょっとでしか入れなかったら、ものすごく薄味の炊き込みご飯になりました。かなり気合を入れて醤油を入れなければならないです。あとこちらはエビとはんぺんと枝豆の春巻きを作っております。こちら多分インスタグラムのメニューを参考にさせていただいて、 URL を貼れそうだったら概要欄に貼らせてもらいます。最近は自炊をしなくなったんですけれども、自炊をしなくなったらものすごく己のプライベートマネーで散財をするようになりました。毎日夜ご飯の買い物に出かけていたのは結構ストレス発散になってたんだなと思います。あとこれ玉ねぎの真ん中の芯を取ろうとしてるんですけれども、取り方を一度も学習したことがなくて、本当に思いつきで取ってるんですけれども、これで合っているんでしょうか。もしかしたら芯も食べれるよというお声があるかもしれないんですけれども、私はいかんせん偏食なので玉ねぎはもう刻めば刻むほどいいと思って刻みまくっています。部分チョッパー気になっていますね。ものすごく時間かかるんですよ。めっちゃみじん切りするのと下手くそなので。
なのでルームチョッパー洗う手間の方が短いんじゃないかなと思っています。私は甘いに甘えた家庭で育ってきましたので、家で幼少期包丁を持つことがほとんどなく、中学時代家庭科部で部長だったんですけど、包丁ほとんど使えずな人生だったんですけれども、一人暮らしして社会人になってお弁当作り始めて、徐々に包丁を持てるようになりました。でも未だに怖くて、皮はピーラーでしか剥けませんし、ものすごく遅いです。料理とかに関してもそうで、人よりも10年ぐらい遅く成長している感覚があって、全てにおいてやっと10年前のみんなの行動のことを理解してきたなって、最近中学時代の時のクラスメートの言動が理解できるようになってきた気がして、皆さんは年相応だなって思いますか？自分の方が早熟だなって思ったりとか、いや遅れてるなと思ったりとかすることはあるのでしょうか？私は10年遅れぐらいかなって最近思ってます。今やりたいことをやるべきことはわからないんですけれども、例えば大学生の時とかに遡って、あの時ああしてればよかったとか、こういう計画で人生生きてればよかったっていうことはすごくたくさん思いつくんですよね。それってでも多分よくある感情なのでしょうか？春巻き、このエビと枝豆とはんぺんの春巻きとカレーの春巻きを作ったんですけど、すごく美味しかったです。今我が家にカレー粉がたくさんあって、カレー粉の消費を求められているので、カレーの春巻きまた作りたいです。最近アスケに登録してレコーディングだけでも頑張っているんですけど、編集祭りでずっと編集してて、しょっちゅうご飯の映像が流れてくるので、これが一番の敵ですね。よく Vlog の皆さん編集中の自分から見て美味しそう、お腹すいたとテロップつけられているんですけれども、その気持ちが本当によくわかります。お腹が空いてきます。